こんにちは、柴崎です。ね、今日はこの島ね、ここにスケッチに来ましたよ。さあ、今日とってもいいお天気でしょう。太陽が眩しいくらいです。じゃあ、あなたと一緒にね、スケッチ楽しんでいきましょうね。まず、いつもの、スケッチするための道具、用意しましょう。よいしょと。ここに書くんだけどね、眩しいな、ちょっと。こっち側がいいかな。こっちにすると少し眩しさ違うね。もう太陽が強いですからね。じゃあ書きますね。柴崎、この島ね、今までも何回も書きに来てますよ。だからもう友達みたいなもんですね。はい。ではまず空から塗っていきましょう。イエロー化を薄く溶いてね。こんな感じです。そしたら、ちょっと無関係のような色をまず置くんですね。回り道です。で、空塗るけど、流れたね。流れますね。水彩はね、これが面白いんだね。ありゃりゃりゃとなるとこね。あなたも水彩描いててそんなんなるでしょ。あれでどうしようみたいにね。それが面白いんだね。人生と同じ。もうびっくりするドラマがね、突然生まれるとね、流れる。ね、それとお付き合いしたり、少しね、妥協したりね、そうしながら描いていくのが水彩ですね。そうすると水彩はね、ちゃんとね、答えてくれるんですね。はい。島ですね。この島ね、長いお付き合い。でも当然柴崎の大先輩ですね。だから実際よりもちょっとね、華やかに色塗ろうかな。ここにはね、白波の間から顔を覗かせるね、岩がありますよ。波頭のとこはドライブラシで描いてますね。もう本当にこの島ね、今日も描きに来たんだけど元気だったっていうね、思わずそういうね気持ちと言葉がね出ちゃいます。ここにね、そこそこの、岩というかね、なんか立ってるんですよ。こんな感じね。多分これはこっち右側にあるね、この、大きいというかこの小島と元はね一つのもんだったと思うんだよね。でも今はこうバラバラになって兄弟みたいにねこの波打側に立ってるんだけどね。ほらこの岩もね、今日また会いに来たんだけども、なんかこの前来た時よりも少しなんか細くなった気がするんだよね。大丈夫？柴崎もそうだけどね、だんだん年取るとなんか細くなっちゃうよね。でこうやってね、なんか筋張ったり骨張ったりしてね。だからこう見るとやけに共感呼ぶな。自分の姿見てるような気持ちになるね。だからなんか頑張って元気でいてほしいな。でも音で聞こえるでしょ。太平洋から吹きつけるね、風がね強いんですよ、ここも。だその風雪っていうかね、それに耐えてね、ここにずっとね、この枯れ箱に立ってるんだけどね。何万年何十万年立ってんのかなね。頑張ってほしいな、本当に。でもなんかそういうね、ほら柴崎と同じね、上の方風で削られて髪の毛も少ないでしょ。だんだんはげてきちゃうんだよね。
でも頑張ってほしい。本当に。ね。まあ、でもね、この風とか波ね、これはもう自然の息吹というかね、地球の営みそのものですね。だから、このね、島も、まあそういう自然に抱かれて、ここまでね、年を重ねてきてるんだね。柴崎もだからここでスケッチするとね、本当にそういうダイナミックなね、地球のなんか躍動がもう肌で感じられますね。だってこうやって描いてるとね、こう波の音と同時にね、こう地面が揺れるんですよ。波がジョーンと打ち寄せるとね、グラグラって揺れます。でもその波もね、岩にドーンと突き当たった後はね、この砂浜の上ね、優しくスーッと広がるんだね。ね、波も荒々しいけど、でも最後は優しく、ね、砂浜を濡らして広く伸びてきます。不思議だね。そうやって広がったね、波は、この砂浜を濡らして、そこが一瞬ね、ピカーッと光ってね、鏡のようになるんですよね。その一瞬、このね、小島が映るんですよ。本当に一瞬なんだけどね。それはもう嬉しいことだよね。今日もこの、まあ僕の大先輩だけどね。会いに来てよかったよ。もう柴崎もまだ頑張って生きていくけどね。もちろん柴崎よりもはるかに長生きこれからするんだけど、でもね、本当に少しずつね、風や波に削られながらもね、武骨にけなげに生きててほしいな。じゃあちょっと周りの空気に優しく包んであげようね。ちょっとアウトラインをこうぼかして優しい空気を描きましょう。本当にさあねえ、砂浜に移りましたよ。はい、さあ波も描けましたね。弟も描いたよ。はい、出来上がりです。はい、描き上がりましたね。はい、これです。どうかな。本物はこっち、これですよ。はいね、今日は風が強いのでお声が聞こえてないかもわからないんだけど、こんな感じです。はいね、長い時間最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回ね、違う場所であなたと一緒にスケッチ楽しみたいと思います。はい、それまでお元気でね。ありがとう。はい。